はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。前回までにこのシリンダーヘッドとヘッドカバー周りある程度はやりましたね。そろそろテンションもだだ下がりなので、今回は一回仮組みをしたり、テンションの上がるようなこと進めていこうと思います。仮組みしてヘッドちょっと組んでみて、この辺の蓋ですね、やろうと思ったんですが、先にこっちのカムチェーンカバーの方を進めていこうと思います。ここにつくんですが、予定通りだと。ここの仕上げを先やっていこうと思います。まずは、仮組み進めていこうと思います。それでは組み立てしていきます。今回シリンダー周りは一切設計変更がないので、以前と同じように組み立てていきます。この壊れたピストンは外しちゃいましたね。ピストンは後で組むとして、先にシリンダーを仮組みしとくか。シリンダーとシリンダーヘッドの合わせを一回見たいね。新しいヘッドが短いのに交換だね。締めてみるか。イメージとしてはこれがこうつく感じだね。これはこれで悪くないかな、新ヘッドは。完全な新規製造ではなく一部設計変更なので、ちょっと段取りが大変ですね。そうですね、まずこれの仕上げ先やります。そうすれば他のもできるし、でもヘッドが乗っかるとやっぱエンジンらしくなってきていいですね。ではまずはこの加工の準備に入ります。新規製造というわけではないので、位置合わせがすごく大変ですね、これは。削り代を残したいから、そうだね、まずここの穴、ここの穴から先やりますね。ここの穴作れて、あとはちょっとバリ全部この出っ張り湯道を取ってしまいます。そうすればこっちに寄せられるようになるので、少しは目安が取りやすくなるかな。今の状態だとそこまできっちり取らなくていいんで、大体でやってきます。とりあえずこの穴を起点にしますけど、この穴位置からちょっと下側に2ミリほどオフセットしますね。まずはあんま考えずにこういう出っ張り取ってきます。
そしたらスプロケットの入る部分の穴をボーリングバーで拡大していきます。引き続きボーリングバーで円筒形の出っ張りの部分を細くしていきますね。よし、これでまあ 19.8、ここは 19.8 以下ぐらいになってれば OK。 ここはまあスプロケットが通る31前後。仮の切削終わりと。はい、こんな感じでまあ OK でしょう、とりあえずは。よし、さてこれでここにはまるんですが、まだここら辺に隙間があるんですよね。なので先にここを仕上げてしまった方が良さそうですね。そのためには前回作ったジグをもう一回使いますね。シリンダーヘッドの側面の部分を仕上げていきます。次回はこういう部分の仕上げ汁をもっと多く取っておきたいですね。鋳造の時注意します。もうこれ以上やるとネジ山が飛んじゃいそうだな。もうこれでいいにしよう。あとはガスケットでなんとかしましょう、ここは。まずこの面一旦きれいにします。とにかくきれいなのをちょっとずつ作るしかないですね。めんどくさいけど。これでだいたいきれいになったね。この面終わったので、この面とこの面整えますね。そしたらこっちをやれるだけやるって感じだな。はい、つかみ替えやってこの辺全部きれいにしたいですね。はい、あとここの円筒形と押さえてあるところですね。ここだけやればいける、問題ないと思います。これはさっきの寸法のまんまでいけるから、よいしょ。これでもう外して、こっちからやることはほとんどなくなったんじゃないかな。この辺全体きれいになりましたね、これで。はい、これでフィッティングと、だいぶいい位置に来たね。
この後まだ微調整は必要でしょうけど、まあ悪くはないかな。さて、これでここにつけたいのですが、問題があって、この取り付け用のネジですね。この位置が正直設計通りかどうかっていうのもあるんですが、後付けになるので、このパーツが新規製造というか、まっさらな状態の設計からじゃないので、ちょっと難しいんですよね。なので、ここはもう現物の位置合わせになります。先の尖った M5 の芋ネジですね。これを従来とは逆の方向に入れて、とんがりを前に出します。こんな感じで。で、高さは揃えた方がいいですね。4.81。このネジをポンチの代わりにして、よし。こんな感じで位置合わせをして、ポンチマーク出ましたね。ちょっと見づらいですが、ここに1箇所見えますね。ここも1箇所、これですね。こんな感じでポンチマーク打ちました。あとはもうこれを目安に穴開けていけば OK ですね。にして。こんな感じで1箇所ずつポンチマークをスコープで合わせていきます。よし、これで OK と穴が開いたと。反対の座繰りはまだやってないのでやらなきゃですが、はい、こんな感じで穴開け終わりました。やっぱ座繰り位置見ると少しズレがありますね。座繰りはまあ適当でいいので、もう目視だけでいっちゃいます。ネジの頭が使えなければ OK、大丈夫。側面の固定用の穴開け終わったので固定してみます。まあいい感じで固定できてると思います。シリンダーヘッドとの接合面ですが、シートガスケットは使えないので、ここは液ガス塗ることになると思います。一応なんとなく格好にはなってきましたね。この固定ネジを先やらなきゃですね。よし、ここの2箇所ネジですね。ネジ穴 M4 のネジ穴作ってきます。はい、これでここ2箇所穴開け終わりましたね。これでセットできます。よいしょ。こんな感じと、OK。あとはここの段差ですね。ここを共削りして段差解消して、
の位置合わせができるようにしとかないとですね。よいしょ。よし、この状態でここを一回きれいにしますね。そうすれば蓋をつけられますね。はい、これでここは整って、あとはテンショナーの取り付けと、ここ今ぶつかると思うので、ここをちょっとえぐるっていうのですね。あとはこっちか、プッシュロッドのテンショナープッシュのピストン取り付け用の穴ですね。なので側面の仕上げとこの辺ですね。あとここ削って、ここも少し削んなきゃかな。そんなところですね。よし、じゃあ残りのフライス作業やってしまいます。はい、まずはここです。よいしょ。テンショナーのつく部分に M8 の穴ですね。テンショナーをつけるための座繰りも作っていきます。やはりテンショナーが少し当たってしまうので、若干逃げを作っておきます。特に精度が必要な部分ではないので、マジックで毛がいて、目視で適当に彫り込んでいきます。これで接触は避けられるね。ここは最終的にはシムで調整した方がいいな。あんまり下げすぎると後で問題を起こすと嫌だな。テンショナーがチェーンライン外れても意味がないんで、この辺はもうちょっと再調整、現物合わせしながら再調整ですね。あとはここの半円を削れば OK ですね。今回の加工、精度を要求されるのは少ないんですが、現物合わせが非常に多くて、ちょっとめんどくさく感じますね。個人的には図面とにらめっこしながら作る方が楽な気がします。こんなもんか。こっちから削んなきゃいけないのはだいたい終わったかな。あとは、穴開け、ネジ穴開けであるんですが、これは蓋ができた後にやりますね。まずこれを合わせて、でガムをのせると。そしたらヘッドカバーをのせると。ヘッドカバーをのせて締め込むと。
少ズレが出るね。で最後にこっちを留めると。こんな感じかな。よし。そしたらテンショナーの位置を一応確認と。よし。よし。で、ピストンの位置もまあ、大体で合わすしかないんだよな。この辺かな。よし、毛書き終わり。位置合わせ。ドリルの下穴が終わったので、リーナーで穴仕上げていきます。はい、リーマーまではまあ問題ないでしょう。とりあえずいい位置に開いたと思います。あとはこの部分、途中までですね、ネジ穴掘って終わりになります。フライスで全部できればよかったのですが、高さが足りないのでボール板に移動してきました。これでカムチェーンテンショナーの部分できましたね。まだ微調整はできてませんが、まあこの前回と同じやり方です。まあ基本的な構成パーツは前回と同じものを使うようにしてるので、まあ同じで当たり前なんですが、これでよしと。一応今回予定してた加工はここまでですかね。まだちょっとカムの動きが渋いので、ここは再調整が必要ですね。次回は、ここの蓋を作って、あとロッカーアームの取り付けができるようになればいいですね。まあそんな感じで次回進めていこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。